ゆっくり解説。視聴者の執念で発掘。昭和のいぶし銀。第11弾。名前は知らなくても顔を見れば誰もがうなずく究極の職人たち。ねえマリサ、昭和のいぶし銀シリーズもついに第11弾ね。毎回たくさんの名優を紹介してきたけど、まだまだ奥が深そうでワクワクするわ。ああ、本当に日本の映画やドラマの層の厚さには驚かされるぜ。今回は特に気合が入っていてな。題して、視聴者の執念で発掘した究極の職人たちを特集するんだぜ。視聴者の執念、なんだか熱烈なファンの方たちの顔が浮かんでくるわね。その通りだぜ。これまでの動画に寄せられたあの人を忘れるな、という、熱烈なリクエストを徹底的に組み上げたんだ。名前はパッと思い出せなくても、顔を見れば誰もが納得する、職人と呼ぶべき名優ばかりなんだぜ。お茶の間や銀幕のリアリティを支えていた、縁の下の力持ちのような方たちなのね。マリサ、今日もじっくり解説をお願いするわ。任せろだぜ。彼らがいたからこそ、昭和の名作が輝いたんだ。その魅力を余すことなく伝えていくぜ。第10位。井上尚文。ねえマリサ、第10位はどなたから始まるの？記念すべき第10位は、井上尚文さんだぜ。名前を聞いただけだとピンとこないかもしれないが、その顔を見れば、この人か、と膝を打つこと間違いなしの名バイプレイヤーなのぜ。井上尚文さんね。お顔を拝見すると、確かにいろんな作品でお見かけした記憶があるわ。でも、どうして究極の職人って呼ばれているの？理由は、その演じてきた役柄の幅広さが尋常じゃないからだぜ。日活の黄金期には、石原裕次郎や小林明、吉永小百合といった大スターの脇を固めながら、作品に圧倒的なリアリティを与えていたんだ。悪代官から刑事、さらには超越的なキャラクターまで、何でもこなす、まさに職人芸だったのぜ。悪役から刑事まで、それって全然違うタイプじゃない。具体的にどんな役が視聴者の皆さんの記憶に残っているのかしら？例えば、特撮ドラマ、愛の戦士レインボーマンでの、インドの聖者ダイバだった役は、当時の子供たちに強烈なインパクトを残したんだぜ。一方で、ハレンチ学園では、丸越先生という変態教師役をコミカルに演じていたんだ。さらに、ファンにとって忘れられないのが、西部警察パート2の浜源太郎刑事だぜ。井上さんは自ら降板を申し出てな。第35話の浜刑事絶命というエピソードで壮絶な殉職を遂げたんだ。その最後は今も語り継がれているぜ。聖者から変態教師、そして熱い刑事まで、自分から降板を申し出て殉職シーンを飾るなんて、役者としての強いこだわりや責任感を感じるわ。視聴者の皆さんがこの人を忘れるなとおっしゃる理由がよくわかったわ。そうだろう。どんな役でもその世界観に完璧に溶け込み、主役を最高に輝かせる。まさに昭和の銀幕やお茶の間を陰から支え続けた、偉大なる職人だったんだぜ。第9位。山本圭。続いて第9位は、山本圭さんだぜ。昭和から平成にかけて、作品に知性と良心を吹き込み続けた究極の職人なんだ。山本圭さんね、シュッとした清潔感があって、どこか寂しげな眼差しも魅力的な俳優さんよね。その通りだぜ。山本さんの凄さは、役柄の内側にある繊細な感情や、一本筋の通った強さを静かに、でも確実に表現するところにあるんだ。静かな演技で存在感を示すって、まさに職人芸ね。具体的にはどんな作品で活躍されたの？まず世に知らしめたのは1966年のドラマ、若者たちだな。佐藤家の三男三郎役を演じてな。当時の若者の苦悩を体現した姿が大きな共感を呼んで、国民的な人気者になったんだぜ。映画版の三部作でも同じ役を続投しているんだ。若者たち、あの有名な主題歌と一緒に、今でも多くの人の心に残っている青春の金字塔よね。他にも映画、新幹線大爆破では古賀勝という重要な役を演じて、物語に厚みを加えていたぜ。さらに驚きなのが、俳優座の舞台、お気に召すままで、女性のシーリア役に挑戦したこともあるんだ。
山本さんが女性の役を？あの知的なお顔立ちなら、きっと綺麗な女性だったんでしょうね。本人は女性の役をやるなんて思いもかけなかったと語っていたが、それをやり遂げるのが山本さんなんだぜ。平成に入ってからも、一つ屋根の下の広瀬幸男役や、白線流しの父親役など、温かく若者を見守る姿でお茶の間を癒してくれたんだ。そうね。若き日の鋭い知性から、晩年の深い慈愛まで、山本さんが画面に映るだけでその作品の格が上がるような気がするわ。どんな時代も画面の両親であり続けた山本さんは、まさに視聴者が執念で選びたくなる、代わりの利かない名優なんだぜ。第8位、佐藤蛾次郎。第8位はどなたかしら？視聴者の方の執念が詰まったリクエスト、気になるわ。第8位は、あのアフロヘアと、人懐っこい笑顔がトレードマークの佐藤蛾次郎さんだぜ。名前は知らなくても、国民的映画、男は辛いよの、原稿といえば、誰もがあの玄ちゃんか、と頷くはずだぜ。原稿さん、柴又の大京寺でいつも寅さんとやりとりしていたあの姿ね。まさに作品に欠かせない、風景の一部のような存在感だったわ。全50作のうち、事故で欠席した第8作を除き全てに出演した功労者なんだぜ。実は映画の前のテレビ版では、虎次郎の異母弟裕次郎役を演じていた歴史もあるんだ。最初は弟役だったのね。時代劇でも自前のアフロで通したというから、あのスタイルを貫き通した個性は本当にすごいわ。ああ、そんな蛾次郎さんは、渥美清さんとも実の兄弟のような絆で結ばれていたんだ。蛾次郎さんの結婚式を渥美さんが撮影所でプロデュースして、篠山紀信さんが撮影したという伝説のようなエピソードもあるんだぜ。なんて素敵なお話。渥美さんの粋な計らいと、蛾次郎さんの慕われ方が伝ってくるわね。さらに現場で特製カレーを振る舞い、皆を支える現場の職人でもあったんだ。渥美さんが遺作でそのカレーを完食して感謝を伝えたのが、最後の会話になったという話は涙なしには語れないぜ。画面の中だけでなく現場の空気まで温めていたのね。まさに視聴者が絶対に忘れてほしくないと願う職人だわ。天性の愛嬌と仲間を思う心。彼がいたからこそ、昭和の温かい物語が完成したんだぜ。第7位、寺田みのり。ねえマリサ、第7位は誰？独特の雰囲気があるあの方かしら。第7位は、2024年に惜しまれつつ亡くなった寺田みのりさんだぜ。知的で渋い低音ボイスが魅力の、まさに表現の職人だったのぜ。寺田さん、アニメの天空の城ラピュタの息子役でも有名だけど、俳優としても本当に幅広い役を演じていたわよね。ああ、文学座の一期生として俳優生活を始めたんだが、合格のきっかけが面白いんだ。朗読試験で読み仮名を質問したりしたんだが、芥川博さんに大きい声出せますかと聞かれ、思いっきり声を張り上げて合格したんだぜ。それはすごいエピソードね。でも、役者としての姿勢が変わったきっかけもあったんでしょう？そうだぜ。若手の頃は遅刻魔だったんだが、共演した沢村貞子さんにこう注意されたんだ。芝居が下手でも迷惑はかからないけど、遅刻は迷惑がかかるから、遅刻だけはしちゃダメなの。芝居は努力しても上手くなるとは限らないけど、努力したら遅刻はしなくなるとな。以来、絶対に遅刻をしなくなったんだぜ。厳しいけど、プロとしての愛がある言葉ね。息子役の時はどうだったの？収録当時は映画未完成でな。時計を見ながら15秒でこのセリフをと指示されて吹き込んだんだ。宮崎駿監督と揉めたのがトラウマで長年見ていなかったらしいが、晩年に娘さんの DVD で初めて復習して、ようやくセリフを言えるようになったという話もあるんだぜ。三木のり平さんを師匠と仰いだり、晩年も信虎で主演を務めたり、最後まで情熱的な職人だったのね。ああ、自らを偉大なるアマチュアと呼びながらも、カメレオンのように変幻自在に演じる。その唯一無二の存在感は、視聴者の記憶に永遠に刻まれているはずだぜ。第6位、高橋正也。ねえマリサ、第6位は誰かしら？きっと洗練された雰囲気の俳優さんよね。第6位は、
俳優であり演出家でもあった高橋正也さんだぜ。都会的な風貌で、作品に格調高い空気を与える名優だったのぜ。高橋正也さんね。上品でダンディなイメージがあるわ。どうして究極の職人と言われているの？それは彼が、俳優演出家声優という、多方面で超一流の仕事を残したからだ。劇団四季や劇団雲の結成に関わった演劇界の重鎮でありながら、テレビでは赤い疑惑などの、大映ドラマの常連としてお茶の間にも親しまれたんだぜ。演劇界の重鎮でありながら、人気ドラマでも活躍されていたのね。何か特別なエピソードはある？驚くべきは、大河ドラマ、三河もゆで、昭和天皇役をクレジットなしで演じたことだな。他にも、最初の妻である加藤春子さんと離婚したずっと後に、ドラマ、鬼首殺人事件で共演したという、驚きのエピソードもあるんだぜ。離婚された後に共演されたの。それはプロとしての矜持を感じるわね。さらに1993年には食道癌で全摘出手術を受けたが、そこから見事に復活して、2004年には映画、投稿の木で助演男優賞を受賞したんだ。黒柳徹子さんとは60年近い親交があって、演出も手掛けていたんだぜ。病を乗り越えての受賞や、黒柳さんとの深い絆、お声もとても素敵だったわよね。ああ、チャップリンやローレンス・オリビエの吹き替えも担当していたぜ。気品と確かな技術を併せ持った、まさに格調高き職人だったんだぜ。第5位、北村和夫。第5位は北村和夫さんね。どっしりとした存在感で、お父さん役や重鎮のイメージが強い俳優さんだわ。そうだな。北村さんは文学座の看板として、戦後の日本の演劇界を支え続けた、まさに巨星と言える存在なんだぜ。彼が画面や舞台にいるだけで、その作品に一本の太い柱が通るような、圧倒的な重厚感があったんだぜ。演劇界の巨星、ずっと劇団を引っ張ってこられたのね。どうしてそこまで信頼されていたのかしら？北村さんは早稲田大学時代から今村昌平監督らと、グループを作って演劇に没頭していたんだ。文学座に入ってからは、女の一生などで杉村春子さんの相手役を長く務めたんだぜ。杉村さん亡き後も劇団を支え続けた、まさに屋台骨のような職人だったのぜ。杉村春子さんの相手役なんて、相当な実力がないと務まらないわよね。具体的にはどんな作品が有名なの？舞台では、花咲くチェリーのチェリー役が当たり役で、上演回数は400回にも達したんだ。映画では今村監督の作品に欠かせない顔でな。特に黒い雨で演じた静間重松役は、そのリアリティ溢れる演技で多くの人の心を打ったんだぜ。400回もすごい記録ね。でも、なんだか幻覚そうなイメージだけど、素顔はどんな方だったのかしら？それがな、実は愛すべき失敗談も多い人なんだぜ。三島由紀夫の戯曲、鹿鳴館を加鳴館と読み間違えたり、セールスマンの詩をセールスマンの歌と勘違いしたりとな。そんな人間味あふれる一面も、多くの人を引きつけた魅力なんだぜ。今では息子の北村幸也さんや娘の北村ゆりさんも、その魂を継いで活躍しているな。重厚な演技と、そんなチャーミングなギャップが素敵ね。北村さんが長く愛された理由がよくわかったわ。威厳と慈愛、そして茶目っ気を併せ持つ。北村和夫さんは、生涯をかけて演劇の道を歩み続けた、至高の職人だったんだぜ。第4位、石橋蓮司。第4位はどなた？鋭い眼光が印象的な、あの方かしら？当たりだぜ、レイム。第4位は石橋蓮司さんだ。強烈な個性で画面を支配する、まさに変幻自在の職人なんだぜ。石橋さん、悪役のイメージも強いけど、どこか哀愁があって、目が離せない存在感よね。どうしてそんなに長く第一線で活躍できているのかしら？理由は、子役時代から培われた圧倒的な芸の幅と、名だたる巨匠たちを虜にする信頼感にあるんだぜ。1954年に13歳で主演デビューした映画、風呂滝大将から始まって、なんと60年後には、ドラマ、風呂滝大将ふるさとに帰るで同じ役を演じているんだ。これは奇跡的なキャリアと言えるのぜ。
60年後に同じ役を演じるなんて、役者冥利に尽きるわね。名演出家の蜷川幸雄さんとも深い絆があったって聞いたけど、本当？ああ、蜷川さんとは演劇活動を共にしてきたが、驚くことに芝居のことでダメ出しされたことがなかったというほど、全幅の信頼を置かれていたんだぜ。他にも、奥さんの緑真子さんとの出会いも面白いんだ。当時アイドル女優だった彼女が、自分のような小物と仲良くなってくれるとは思わなかったと、本人はとても謙虚に振り返っているのぜ。そんなに謙虚な一面があるなんて意外だわ。アウトローな役だけじゃなくて、特撮作品でも活躍されているのよね。その通りだぜ。仮面ライダーディケイドの光栄二郎役で見せたコミカルな演技は、子供たちからも人気だったんだ。新宿ゴールデン街で過ごした昭和の熱い演劇文化を肌で知る人だからこそ、どんな役にも深みが出るんだろうな。子役からアングラの騎手、そして国民的過激派バイプレイヤーへ、まさに時代を駆け抜けてきた、究極の職人ね。毒もあれば愛嬌もある。石橋さんのような深みのある役者は、今の時代にはなかなか現れない、唯一無二の存在なんだぜ。第3位、梅津栄。第3位はどなたかしら？視聴者の皆さんが、この人を語らずにはいられないと、熱望した職人さんよね。ああ、第3位は、庶民俳優を自称した梅津栄さんだぜ。どんな早くでも全力投球する姿に、多くのファンが痺れたんだ。梅津栄さん、あの独特な雰囲気、一度見たら忘れられないわ。どうしてそこまで、究極と言われるのかしら？その理由は、常軌を逸した役作りとプロ意識にあるんだぜ。驚くことに、若いうちから老け役を完璧に演じるために、自分の歯を抜いて総入れ歯にしていたんだ。それに、役者になった動機も純粋でな。女優の桂木陽子さんに憧れて、共演できるかもしれないと思ったからなんだぜ。歯を抜いちゃうなんてすごすぎるわ。憧れの人に会うためにそこまでするなんて、情熱の塊ね。それだけじゃないぜ。時代劇で公家が使うおじゃるという言葉遣いも、彼が奥さんと調べて初めて取り入れたと言われているんだ。ただ、華やかに見える裏で、彼はインタビューで脇役ってのは屈辱の世界ですわな、と語っていたんだぜ。短い出演シーンで要求されるものを表現する苦悩は相当なものだったんだな。屈辱の世界。それでも、新しい仕事の前日には、緊張して眠れなくなっちゃうなんて、どこまでも生真面目な方だったのね。そうなんだぜ。自分より経験の浅い若手の演技もしっかりサポートする優しさもあったんだ。主役を引き立てるために命を削り続けた梅津さんは、まさに日本映画界の宝、魂の職人だったのぜ。第2位、三木のり平。第2位はついにあの方かしら？お茶の間でもおなじみの、あの鼻メガネのお方よね。その通りだぜ。第2位は喜劇の神様、三木のり平さんだ。ただ面白いだけじゃなく、その笑いの裏には、緻密な計算と理論が隠されている、まさに究極の職人なんだぜ。のり平さんといえば、やっぱりあの CM のキャラクターが真っ先に浮かぶわ。ずっと変わらない安心感があったものね。ああ、桃屋のアニメーション CM は1958年から40年もの間、お茶の間の顔だったからな。でも役者としての評価はそれ以上に凄まじくてな。映画界では、スターは三國連太郎、役者は三木のり平とまで称えられていたんだぜ。映画、社長シリーズで見せた営業部長役の、パーッと行きましょうというセリフは、当時の日本中を元気にする流行語になったんだ。流行語まで生み出すなんて、まさに時代の寵児ね。でも、演出家としても素晴らしい功績を残されているんでしょう？そうなんだぜ。森光子さんの代表作、放浪記の演出を長年務め、作品を国民的舞台に育て上げたのも彼なんだ。そんな完璧な仕事をこなす一方で、本名の正をのりこと読み間違えられて女性だと思われ、徴兵令状が終戦の5日前に届いたなんていう、嘘のような実話も持っているんだぜ。まるでご本人が演じる喜劇みたいなエピソードね。きっとご自身も作品を楽しんでいたんでしょうね。それが実は驚くほどドライでな。生前は映画なんて一つも面白いと思ったことがないと言い切っていたんだぜ。
自分の芸に対しても、どこか冷徹なまでの職人眼を持っていたんだな。常に客観的な視点で笑いを追求し続けたミキさんは、まさに不正室の天才であり、至高の職人だったのぜ。第1位、松村達ついに第1位ね。今回のいぶし銀特集、その頂点に立つのはどなたなのかしら？第1位は松村達夫さんだぜ。日本のおじいさんを体現した、まさに究極の職人俳優なのぜ。松村達夫さん、穏やかで知的な雰囲気もあって、見ているだけで日常の尊さを感じるような俳優さんよね。そうだな。しわがれた独特の声と、芝居臭さを一切感じさせないリアルな演技は唯一無二だったぜ。それを象徴するのが映画、男はつらいよの二代目おいちゃん役だな。第9作から第13作まで演じて、降板後も別役で何度も出演し続けた、寅さんシリーズには欠かせない顔だったんだ。シリーズの屋台骨を支えていたのね。でも、他にも歴史上の人物を演じて話題になったと聞いたわ。1977年のドラマ、日本の戦後で吉田茂を演じたんだが、あまりにもそっくりで話題をさらったんだ。さらに、黒澤明監督の遺作、まあだだよでは、初主演を務めてな。遺族がそっくりだと驚くほどの仕上がりで、日本アカデミー賞の優秀主演男優賞も受賞したんだぜ。黒澤監督の遺作で主演なんて、本当に素晴らしい功績ね。でも、晩年までお声の仕事もされていたんでしょう？NHK のうさじーのモデルであり、声も担当していたんだ。驚くことに、亡くなる2ヶ月前に自宅で声を収録したのが最後の仕事だったんだぜ。実は大学時代の自らの闘病経験をもとに、脚本を執筆したこともあるほど、内面的にも深い人だったんだ。自らの経験を脚本に、ただ演じるだけでなく、人間の心の機微を誰よりも理解しようとしていた、情熱的な職人だったのね。どんな役でも、そこに生きている人として演じきった松村さんこそ、視聴者が執念で選び抜いた、不正室の名優だったんだぜ。総評またはまとめ。マリサ、今日の特集も本当に濃密だったわね。名前はすぐに思い出せなくても、お顔を見た瞬間にその作品の情景が浮かんでくるような方ばかりだったわ。今回紹介した方々は、まさに日本の映画やドラマを土台から支えてきた究極の職人たちだったな。視聴者の皆さんのこの人を忘れるなという執念がなければ、これほど素晴らしい顔ぶれを揃えることはできなかったぜ。本当ね。主役を最高に輝かせるために、自分の歯を抜いたり、何十年も同じ役を愛したり、プロとしての凄まじい矜持を感じたわ。昭和の名作が今も色褪せないのは、彼らのようなバイプレイヤーが一場面一場面に命を吹き込んでいたからなんだぜ。彼らこそが、日本の映像文化の真の宝だと言っても過言じゃないな。これからも、こうした素晴らしい名優たちの魅力を、皆さんと一緒に語り継いでいきたいわね。そうだな。今回の解説が面白かったら、ぜひ高評価とチャンネル登録をお願いするぜ。あなたの心に残る究極の職人が誰か、ぜひコメント欄で教えてくれよな。それじゃ、ご視聴ありがとうございましただぜ。